カラーオブパッション、情熱の色。思わず頭に浮かぶのは真っ赤なバラのような、そんな色でしょう。しかし、それとは違う。ヴィンテージアイテムが持つ色あせたような独特のカラーリングに情熱を注ぐブランドがありました。それが CP カンパニーです。設立は1971年、イタリアのボローニャにて、グラフィックデザイナーのマッシモ・オスティが漫画に登場する工場の名前を取って立ち上げたチェスター・ペリーがその起源となります。最初はグラフィックデザイナーとして自分で制作したグラフィックを T シャツやジャケットにプリントするわけですが、それまで紙に使用されるのが一般的だったシルクスクリーン手法を取り入れ、世の中を驚かせます。ただこれは彼のアイデアの開花としてはまだ序章に過ぎませんでした。ある日彼はデザインをプリントした後からさらに T シャツを染色することを思いつきます。その理由は2つ。まず1つ目が一色の布地のみを購入したとしても後から自分の好きなだけユニークな色で展開できるのではないかという理由。そしてもう1つが大きな鍵となります。当時色あせてしまった古着の上からもう一度染色を行うという慣習があったのですが、このような染色方法によりわずかに着古された印象を持つ T シャツを作ることができると気づいたからです。わずかに着古された仕上がりと聞くとあまりポジティブには聞こえないかもしれませんが、オスティがここで思い起こしたのは、羊たちが靴やジャケットを着古し新品のものを身につけていないように見せるというイギリスの上流階級ならではの習慣でした。この考え方は彼のエレガンスの哲学に近く、布事業者からは入手できない色や着古した印象の T シャツを作り出せるという洞察を得ることができ、以降この技法を追求すべく複雑な実験を重ねていきます。そして間もなく科学者のジュリオ・バルボーニ氏を常勤として雇用し、社内に染色作業を行うための施設を設けました。常勤で科学者を雇うというのはアパレル企業としては前代未聞の出来事だったといいます。そして何度も実験を重ね、1973年世界で初めて様々な種類の布地や繊維を使用した衣類を一度で染め上げる複雑なガーメントダイに成功するのです。複数の素材で完成したアイテムに後から染色することは容易ではありません。素材によって生地の収縮率に差があったり、色の定着に違いがあったりします。そんな実験を重ねる中で明らかになる情報を細かく計算した上で、異なる組成を同時に染色し、それぞれの組成に別々の科学的アプローチを働きかけることで、トーンオントーンの印象的なカラーに染め上げるダブルダイ・イン・ア・シングル・バースという手法は、彼を一躍ファッションを改革した先駆者にします。この発明により、事前に染色が行われた布地では表現できない色の深みや鮮やかさを実現するとともに、素材そのものの特徴を引き立たせることが可能になりました。当時としては他に類のない配色パターンで多くのファンを獲得することになり、1978年にブランド名をカラーオブパッションの CP カンパニーへと改名します。1981年には合成繊維へのガーメントダイも成功させ、1982年にはマッシモ・オスティが CP カンパニーとは異なるスポーツウェアの頂点を目指したストーンアイランドもスタートさせるなど、彼のクリエイティブおよび CP カンパニーが文化現象にまで育ち、イタリアのカーレースミッレメディアとのスポンサー契約が決まります。そして1988年、そのミッレメディアにおいてスポンサーとして CP カンパニーが提供したアイテムこそがミッレメディアジャケットの通称でも知られるブランドアイコン、ゴーグルジャケットになります。ゴーグルジャケットのデザインを語る上で避けては通れないのが、前年の1987年にリリースされたエクスプローラージャケット。これは日本の民間防衛隊が着用していた保護帽子のスタイルを取り入れたデザインになっていて、特筆すべきがこのレンズ部分。ガラスのレンズの周囲の部分でファブリックを完璧に保つことが難しく課題となりましたが、スポーツオプティクスの分野において世界を率いるイタリアのバルファルティ社が特別に開発したフレームを使用することで実現し、この時からオスティはファブリックにレンズを縫い付けたジャケットを作り出すことに強い意欲を持っていたといいます。このエクスプローラージャケットでは長めに仕立てられた襟部分にゴーグルが付けられていたのですが、軍隊が使用している保護帽子の研究を進める中で見つけたガスマスクからインスピレーションを得て、フードにゴーグルレンズを配置するという発想に至ります。そうして生まれたのがゴーグルジャケット。フードに配されたゴーグルレンズは風雨からドライバーの目を守り、さらにフードだけでなく左袖にもレンズをつけることで腕をまくらずとも時計を透かして確認できるようにしました。また雨や泥から身を守ってくれるだけでなく、
スイス軍のフィールドジャケットを参考に作られた多機能性ポケットのシステムも優れており、身分証だけでなく水筒やナイフ、食料や地図まであらゆる必需品を携帯できる機能も備えたことから、ドライバーたちの大きな支持を得て CP カンパニーはゴーグルジャケットと共に広く知られるようになっていきます。これはオスティが思い描くどのような冒険にもぴったりなジャケットのビジョンを体現するプロダクトで、様々なアーカイブから引用された美しく的確なディテールがまとめ上げられた機能的な衣服でもあり、少しずつ形を変えながらも今なお愛され続ける正真正銘の名作と言えるでしょう。そしてゴーグルジャケットを筆頭に CP カンパニーといえばフットボールカルチャーとの強い結びつきでも知られます。場所は1980年代後半のイギリス。経済が停滞して治安も悪く、若者にとっての楽しみは日曜日のフットボール観戦しかない時代だったといいます。そんな中、マンチェスターユナイテッドやリバプールといった FC の成績が上がり、ヨーロッパでのトーナメントに参加するようになり、彼らがイタリアに観戦に行く機会が増えるようになります。そこでイギリスのフットボールファンが目にするのは、イギリスとは対照的に景気が良く、ヨーロッパのデザイナーズブランドとアメリカの定番ファッションをミックスしたパニナリと呼ばれる AC ミランのサポーターたちでした。彼らはその存在に衝撃を受け、そして憧れ、しかし高価なブランド品は買えないので万引きしてイギリスに持ち帰る。そんな最悪な形で輸入されたブランドの一つが CP カンパニーでした。その中でもイギリスのフーリガンたちの中で CP カンパニーのゴーグルジャケットが特に好まれたのには理由があって、このジャケットほど顔を隠すのに最適なアイテムはなかったからだといいます。監視カメラやテレビ放送から顔を隠すことができる上、さらに口元をスカーフで覆ってしまえば完全に顔を隠したまま喧嘩ができる。荒くれ者たちにとっても最高の機能性を提供してしまったというのです。ここに当時の社会状況も重なり、イギリスから他国のフットボールファンへも波及していきました。オスティの息子であり現代表のロレンツォは、もちろん望んだことではないが、ある意味この上なくオーガニックなブランドの広がり方だったかもしれないと笑ったそうな。こうしてフーリガンのファッションアイコンにもなったゴーグルジャケットですが、 CP カンパニーの中でブランドを代表するアイテムとしてワンシーズンに数型しかリリースされない貴重なモデルという立ち位置になります。自分が持っているこちらはクロム R トランスフォームゴーグルジャケットというモデル。使われている素材はクロム R 素材。クロム素材と呼ばれる創業当初に開発されたナイロンのマルチフィラメントを織り上げたファブリックを再生ナイロンの糸を使用して作られた最新モデルになります。クロム素材の耐水性や速乾性などは変わらず持ち合わせておりますが、わずかな化学構造の変化に伴い生地の質感はより自然で柔らかくなっており、ガーメントダイにおける染料の吸収のされ方にも少し違いがあるそうです。いわゆるミッレミリアジャケットに非常に近いゴーグルジャケットですが、トランスフォームという名前があるように細かくパーツが着脱できるギミックが搭載されていて、ノースリーブベストなど別の型としても使用可能です。実際はこのスタイルでしか着ることはありませんが、どのような冒険にもぴったりなジャケットであることは間違いありません。ちなみに現在は左袖のゴーグルの下がポケットになっていて、直接腕時計を確認することはできなくなっています。またこのゴーグルは決して縫い付けられているわけではなく、ゴムのように強くテンションがかかったホールにはめ込まれていて、意外と簡単に着脱することができます。カルチャーがとても強いアイテムになりますので、それこそ今あえてフーリガンのようなスタイリングを作ってみてもかっこいいですし、逆にその乱暴そうなイメージを逆手にとってこのゴーグルジャケット一着をトータルで外しに行くような、そんな着方も面白いかと思います。最近は国内での勢いもものすごいブランドですが、知れば知るほどポットでの流行り物とは程遠く、ファッション誌にその名を残すブランドであり、そんなブランドを代表するアイコンでもあるこのゴーグルジャケットは、それはもう最高の一品と言えるでしょう。ぜひ一度手に取ってみてください。そんなところで CP カンパニーとその名作ゴーグルジャケットの紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。